皆さん、ワークアウトお疲れ様です。スマートワークアウトのヨッシーです。本日はダンベルトライセプスエクステンションについて完全解説していきます。腕を太くするためのアイソレーショントレーニングとしてトライセプスエクステンションを取り入れている人は多いと思います。そしてトレーニング効果を最大化するためには筋肉の特性やトレーニング種目のメカニズムを理解してトレーニングのコツをつかむことが大切になります。しかし、そのことを知らずに損をしている人も多いです。そこで今回は、上腕三頭筋の構造と働き。2、ダンベルトライセプスエクステンションのメカニズム。3、オーバーヘッドダンベルトライセプスエクステンションのフォーム。4、ライイングダンベルトライセプスエクステンションのフォーム。5、よくあるエラー動作。6、効果的な負荷設定とセットについて。7、年間トレーニング計画の立て方。以上7点についてできるだけわかりやすく解説していきますので、過去にご紹介したベンチプレスやショルダープレスのようなプレス系のコンパウンド種目と合わせて、ぜひトレーニングのバリエーションに加えてみてください。トライセプスエクステンションをやったことのない人はもちろん、すでに行っているという中上級者の方も今一度立ち止まっていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。まずはじめに上腕三頭筋の構造と働きについて見ていきましょう。上腕三頭筋は上腕部の後面についており、このように肘を伸ばす働きがあります。さらに細かく見ていきます。上腕三頭筋長頭は肩甲骨と中頭を結んでおり、肘関節伸展と肩関節伸展及び内転の働きがあります。外側頭と内側頭は上腕骨と中頭を結んでおり、肘関節伸展の働きがあります。ここでポイントは、上腕三頭筋長頭は肩関節と肘関節にまたがっている二関節筋であるということを覚えておいてください。そして上腕三頭筋は上腕部全体の容積の約3分の2を占めていると言われていますので、上腕三頭筋をしっかりとトレーニングすることが腕を太くするためには大変効率が良いことがわかると思います。続いて、エクササイズのメカニズムについて見ていきましょう。ダンベルトライセプスエクステンションとは、ダンベル、上腕三頭筋、肘の伸展という役になりますので、文字通り肘を伸ばす運動に負荷をかけることにより、上腕三頭筋の発達を促す種目ということになります。また、上腕三頭筋の長頭は二関節筋であるため、肘の伸展作用だけでなく、肩関節の伸展及び内転作用もあります。したがって、肩関節最大屈曲位、すなわち腕を真上に上げた状態でストレッチされ、そのまま肘を後方へ曲げると、さらに上腕三頭筋長頭がストレッチされることがわかると思います。ここで筋収縮の特性について見ていきましょう。肘が伸展するときは上腕三頭筋が短くなるので、これを急伸性あるいは短縮性収縮と呼びます。肘が屈曲するときは上腕三頭筋が引き伸ばされるので、これを遠心性あるいは伸長性収縮と呼びます。トレーニングにおいて、遠心性収縮でのトレーニング効果が大きいことが知られているので、下ろす動作に時間をかけることが重要であることは全てのエクササイズの原則となります。特に最大にストレッチされた状態で負荷がかかるとさらに効果が大きいことが知られており、これがオーバーヘッドトライセプスエクステンションの最大のメリットと言えるでしょう。続いてフォームです。ダンベルの持ち方は、両手を重ねて親指と人差し指の間にシャフトを通してダンベルの重り部分を手のひらで包み込むようにして握ります。開始姿勢は、そのまま頭上へダンベルを差し上げ、肘を耳につけるように真上に上げます。ただし、肩関節が硬い人は無理をしないでください。下ろす動作は肘をゆっくりと曲げていきます。スピードをコントロールしながら肘を最大屈曲位まで曲げます。上げる動作は肘最大屈曲位からスピードをコントロールし、肘を伸ばします。下ろす動作と同じ軌道でスタートポジションまで上げます。
続いて、ライイングダンベルトライセプスエクステンションのフォームです。開始姿勢は、ベンチに仰向けになり、両手のひらを合わせるように腕を垂直に伸ばします。下ろす動作は、スピードをコントロールしながら肘を曲げていきます。肘の位置は動かさないように注意しましょう。上げる動作は、下ろす動作と同じ軌道を通りスタートポジションまで上げます。ここで骨格筋の長さ張力関係について見ていきましょう。筋肉の張力は自然長の長さの時が一番強く、それより長くても短くても弱くなる性質を持っています。したがってオーバーヘッドトライセプスエクステンションでは筋が伸ばされますので、筋の張力が弱くなり、発揮筋力もやや弱くなります。それと比較してライイングの場合は筋が伸ばされすぎず、筋の張力を強く保てるので、比較的高重量を扱うことができます。このことを参考にして扱う重量を調節してみてください。続いてよくあるエラー動作です。肘が前方へ出る。上腕三頭筋のストレッチ不足でトレーニング効果が減少します。可動域が狭い。これも上腕三頭筋のストレッチ不足になり、トレーニング効果が減少します。肘が横に開く。これは肩関節が内転してしまい、上腕三頭筋のストレッチ不足が起こり、トレーニング効果が減少します。続いて、効果的なセットの組み方について説明していきます。まずはステップ1。重さ 20rm。1セットあたりの回数15回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間1から2ヶ月とします。ステップ2、重さ15から 20rm、1セットあたりの回数15から20回、セット数3から5セット、週間頻度2から3日、実施期間2から4ヶ月とします。ステップ3、重さ10から 15rm、1セットあたりの回数10から15回、セット数3から5セット、週間頻度2から3日、実施期間は2から4ヶ月とします。ベンチプレスのような多関節種目と違い、トライセプスエクステンションのような小さい筋肉を狙う単関節種目では、高重量で反復回数が10回を下回るようなトレーニングを行うと、可動域が狭くなったり反動を使ってしまい、筋肉の成長が最大化しないばかりではなく、腱などを痛めてしまう危険性も高まります。特に初中級者の方はこのことをしっかりと理解しておいてください。年間トレーニング計画は、まずはじめにステップ1を1ヶ月、ステップ2を3ヶ月、ステップ3を2ヶ月継続したら、ステップ2に戻って3ヶ月行います。これはあくまでも例であり、それぞれのステップの期間はご自身で判断していただいて大丈夫です。判断の目安は、筋力の成長が停滞し始めた時期が良いでしょう。上級者になれば、もっともっとたくさんのバリエーションが考えられます。筋肉の成長を楽しみながらトレーニングを頑張りましょう。この動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。また、この動画についてのご意見、ご質問などはコメント欄にいただけると嬉しいです。公式 LINE や Instagram、X のリンクも概要欄に載せておきますので、メッセージ、DM などでお気軽にお問い合わせください。番組に対するリクエストも受け付けていますので、やってほしい内容などがありましたらぜひ教えてください。それではまたお会いしましょう。